ねえねえ、すみれ、今日はどんなニュースを教えてくれるの？そうね、今日はブラックフェイス問題について話そうと思っていて、最近、とある訴訟に進展があったんだよ。ブラックフェイス？それって何なの？なんだか怖そうな名前だね。ブラックフェイスというのは、白人が黒人の姿を真似て顔を黒く塗ることを指す言葉で、歴史的に人種差別的な意味合いがあるんだよ。今回の話は、それに関連した出来事なんだよ。へえ、そうなんだ。で、どんな訴訟があったの？ NFL のカンザスシティ、チーフスを応援しに来た9歳の男の子が、ブラックフェイスだと非難されたことがきっかけなのよ。9歳の子供が？どうしてそんなことになったの？その子は、チームカラーの黒と赤で顔を塗って応援に来たんだけど、デッドスピンというメディアが、黒い部分だけを切り取った写真を掲載して、ブラックフェイスだと批判する記事を書いたのよ。それってひどくない？子供がただ応援してただけなのに。そうなのよ。しかも、その結果、その子の家族は殺害の脅迫まで受けることになってしまったんだよ。殺害の脅迫？そんなひどいことが起きたの？どうしてそこまでエスカレートしちゃったの？そうなのよ。このデッドスピンというメディアが問題視されているんだよ。実は、このメディアはスポーツニュース以外にも政治的な記事を書くことで知られていて、オーナーからも政治的な話をしすぎているから、やめろ、と注意されていたくらいなんだよ。へえ、スポーツニュースなのに政治的な記事を書いてたの？それって変じゃない？そうね。実は、このデッドスピンのオーナーだった需要メディアは、日本に対してヘイト記事を書きまくっている、コダックの親会社でもあるのよ。そうなんだ。でも、そのデッドスピンはどうなっちゃったの？それが、デッドスピンはこの訴訟の件があったからか、需要メディアに売られてしまったのよ。そして、買収先のラインナップパブリッシングは、従業員は一人もいりません、と言って、全員解雇になってしまったのよ。うわ、これって因果応報ってやつだよね。でも、訴訟はどうなったの？そうね、でも、訴訟はまだ続いているんだよ。最近の進展としては、デッドスピンが名誉毀損訴訟を棄却しようとする試みに失敗したことがニュースになっているのよ。棄却って何？棄却というのは、裁判所が訴えを却下することよ。つまり、デッドスピンは裁判を避けようとしたけど、それが認められなかったということなの。なるほど。でも、どうしてデッドスピンはそんなひどい記事を書いたの？実は、この男の子はネイティブアメリカンの家族で、ご先祖様、チマシユ族の格好をして顔をチームカラーに塗っていただけだったのよ。それをブラックフェイスだと誤解して批判してしまったのよ。そんな大きな誤解があったの？でも、それって確認すればわかることじゃない？そうなのよ。でも、記事を書いたキャロン・フィリックスという記者は、男の子の顔の片側だけが黒く塗られたスクリーンショットを使って、この男の子が人種差別主義者だと非難する記事を書いてしまったんだよ。それってすごく偏った見方じゃない？記者として問題があるんじゃないかな。鋭い指摘ね。実は、このキャロン・フィリックス氏は2019、2020年に NABJ 賞、そして2016年に PABJ 賞を受賞しているんだけど、この件で大きな批判を浴びることになってしまっているの。へえ、賞をもらえるくらいの人なのに、どうしてこんな間違いを？そうね。さらに、キャロン・フィリックス氏は自身への非難に対して、顔のもう片方が角塗られているからといってこれを無害な行為だとみなしている私のリプランのバカどもへ、これがさらに悪いことだと私は主張したい。お前らこそメキシコ人を嫌っておきながらメキシコ人の格好をしているようなバカどもなんだ、と批判的なコメントを SNS に投稿してしまい、さらに炎上してしまったんだよ。うわ、それはまずいね。でも、裁判所はどう判断したの？裁判所の判事は、デッドスピンの記事が意見ではなく事実として虚偽の主張を掲載していたと判断したの。そして、NFL の多様性への取り組みを批判するために子供の画像を利用したことが一線を越えていると指摘したんだよ。なるほど。でも、こういうブラックフェイス問題って他にもあるの？そうね、実はアニメの世界でも似たような問題が起きているのよ。例えば、ドラゴンボールのミスターポポというキャラクターが、海外では黒人キャラクターだと認識されて、作者の鳥山明さんが人種差別主義者だと批判されることがあるんだよ。ドラゴンボールまで？でも、ミスターポポって黒人じゃないよね。そうなの。でも、海外では誤解されていることが多いのよ。中には、鳥山明さんを批判するためにフォトショップで記事を捏造して拡散する人たちまでいるんだよ。そんなひどいことまで？でも、それって犯罪じゃないの？そうね、悪質な場合は名誉毀損になる可能性もあるわ。最近では、鳥山明さんが亡くなった直後に、ミスターポポのデザインを批判するような、鳥山は同じシリーズの中でアニメ史上最高の黒人キャラクターと最悪の黒人キャラクターを登場させた、という、このような投稿をした人もいて、大きな批判を浴びたんだよ。亡くなった人のことまで批判するの？それってすごく失礼じゃない？そうね。こういったブラックフェイス問題は、
時にはそういうものを一切意図していないような人を批判するための道具にされてしまうこともあるのよ。なんだか難しい問題だね。でも、今回のデッドスピンの件はどうなりそうなの？そうね。多くの人がデッドスピンに対して厳しい意見を持っているわ。デッドスピンを破産させるべきだとか、子供を狙うなんて信じられないといった意見が多く見られるんだよ。へえ、みんな怒ってるんだね。でも、子供が対象だったからかな？そう、今回は対象が子供だったこともあって、特に強い反応が見られるのよ。これまでにも似たような問題はあったけど、今回ほど大きな反響はなかったんだよ。なるほど、子供が巻き込まれるのは良くないもんね。でも、こういう問題ってどうすれば解決できるのかな？難しい問題ね。でも、まずは事実をしっかり確認することが大切だと思うわ。そして、お互いの文化や背景を理解し合うことも重要よ。簡単に人を批判するのではなく、対話を重ねていくことが解決への近道かもしれないわね。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。